こんにちは、ミルです。今日は日本の働き方についてお話をします。正社員、契約社員、派遣社員、アルバイト、パートの違いです。今日はこの5つに絞ってお話をしたいと思います。まずはね、正社員。正社員は、私のね、勝手な想像なんですけど、一番信用度がある。はい。昔部屋を探している時にね、不動産屋さんに聞いたら、正社員で4年以上働いてないと、うちはお部屋貸せないんですって言われました。私は正社員で働いたことがないんですね。働けなかったんです。大学卒業して、何個も何個もね、面接試験受けたんですが、すべて落ちました。はい。なので、正社員で働いたことがないんですが、やっぱりね、正社員の人見ると、すごいなーって思います。正社員っていうのは会社と直接契約をして、長期的に安定的に働く人でしょうか。フルタイムで働くのが基本ですよね。で、毎月毎月固定のお給料をもらって、ボーナスとかね、昇給があることも多いと思います。で、会社によっては福利厚生がね、すごく充実している会社もあります。なんでね、正社員はいいなって思いますね。安定ですよね。なんかイメージね。本当はね、安定ってもう今の時代では言えないんだと思うんですが、昔の人はね、やっぱり私の親世代っていうのは、もうね、いい会社に入ったらもう生涯安泰、一生安泰っていうね、考え方の人が多くて、そういう時代もあったんでしょうけど、今はね、もう全然違うと思うんですが、やっぱりね、正社員って聞くと、よかった、安心。もうこれでなんかとりあえず安心っていうのがあると思います。メリット、デメリットっていう話は、私はね、働いたことがないのでちょっとわかんないですが、やっぱりね、私の印象としてメリットっていうのは、こう安心できる。で、デメリットはね、なんか責任がすごく重くて、あとね、残業が多いイメージなんですよ。今まで、これから話すんですが、私は派遣社員で働いていたんですが、派遣社員ってこう、時給制なんで、こう何時までで終わりなんですよ。だけどね、なんか、正社員の人たちはいつも残業してて、すごく忙しそうっていうイメージですね。もちろん会社によると思うんですが、で、昔ね、大学生の時に就職活動をしていた時、あなたは私の会社に命を捧げられますかみたいなこと聞かれたんですよ。で、って、そこまでしないといけないのって思ったのを覚えています。正社員ってそこまでするんだっていうね、なんか、すごいなっていうイメージがあります。次は契約社員。契約社員も会社との直接契約ですね。ただ、期間が決まっているっていうのが特徴ですね。契約期間が例えば6ヶ月とか1年とか会社によって違うと思うんですが、この契約の期間が決まっている。これが正社員との大きな違いですね。で、契約もちろん更新もあります。私の知り合いが契約社員で働いているんですが、半年に1回かな、契約更新確認っていうのがあって、お互いのね、意思を確認して更新するしないが決まるようですね。で、その人は、昇進とかボーナスはね、ないみたいです。昇給っていうのはね、あるようですね。ちょっともうちょっとあなたにお願いしたい。で、お給料ね、もうちょっと、上げるので、ここでまた半年働いてもらえませんかっていうのがあるようです。次は派遣社員です。私はずっと派遣社員として働いていました。で、これは会社との直接契約ではなくて、派遣会社と契約して働きます。なんで、雇用主が派遣会社になるんですね。派遣会社からいろいろね、こんな仕事ありますよ、こんな会社で働きませんかっていうのを紹介してくれるんですね。で、私が、じゃあここで働いてみたいですって言ったら、派遣社員の人と私がその会社に行って面接をするんですね。じゃあ、ミルさんお願いします。来月から働いてくださいってなったら、ですね、その会社で働くことができるんですが、お給料っていうのは、雇用主がね、派遣会社なので、派遣会社から支払われるんです。はい。
その私のね、決まった勤務先が派遣会社にお金を払い、そこから多分ね、いろんな手数料とかを引いて、私に支払われるっていう感じです。なのでね、ちょっと安くなるんですよね。で、何が良かったかというと、気が楽。こういう言い方をしていいのかちょっとわからないんですが、責任の重さがやっぱりね、正社員の方とは全然違うっていうのを感じました。まあ、もともとね、派遣社員にそんな責任の重い仕事をさせないとは思うんですが、で、あとは私がね、ちょっと責任が軽そうな、あんまり責任を取らなくて良いような仕事を選んできたっていうのがあるので、すごくね、気楽に仕事をすることができてたなって思います。ただね、やっぱりボーナスとかもないし、まあね、昇給はちょっとあったんですが、まあ、安定はしてないですよね。3ヶ月ごとの更新でしたし、派遣先のね、勤務先企業がね、もうミルさん結構ですって言われたらもうそこで終了になってしまうので、まあちょっとヒヤヒヤする。ちょっと更新確認の前後はね、ちょっとドキドキするんですが、まあ気楽に働くことができたなって思います。そして次はね、アルバイトとパート。で、このね、二つの働き方の違いをちょっと調べたんですが、明確な定義がないようです。どっちもね、労働基準法は、一週間の所定労働時間が、同じ事業所の正社員より短い労働者を指すんですって。なので、まあ、その会社による使い分けっていう感じなんでしょうか。まずね、アルバイト。アルバイトは短時間、そして短期間で働くことが多いんじゃないかなと思います。ちょっとね、イメージなんですが、お給料は時給ですね。学生が多いイメージです。私も高校生の時からアルバイトをしていました。その時はね、なんかパートで働くっていう言い方はしませんでした。アルバイト、バイトですね。で、シフト制でしたね。例えば、1週間でシフトを組むっていうところもありましたし、1ヶ月ごとにシフトを組むっていうのもありました。今月は、じゃあ、月水金、何時から何時まで。でも来月は、例えば月水だけとか、なんかね、結構柔軟にできてたイメージがあります。で、あとはね、日雇いバイトっていうのもありますよね。日給。時給はね、1時間いくらなんですが、日給1日いくらっていうね、働き方もありました。で、次にパートなんですが、パートはね、主婦がやっているイメージ。家庭とかね、育児と両立してちょっと働きたいっていう人がパートをやるっていうイメージですね。契約は会社と直接。時給だと思います。で、アルバイトとちょっと違うのは、まあ、まず一つはね、このイメージの違い、ちょっと漠然としすぎているんですが、パートはね、曜日とか時間が、まあ、結構固定されていて、長期で仕事をするっていうイメージです。まあ、本当に明確な定義がないっていうことなので、何がこう違うっていうのは言い切れないんですが、私のね、イメージだけで言うと、アルバイトは学生。で、パートっていうのは主婦層が対象なんじゃないかなと思います。例えばなんかお母さんがパートでちょっと仕事してるとか、なんかそういうイメージなんですよね。はい。ということで今日は日本の働き方について5つ紹介しました。じゃあ、バイバイ。